客って決めんの俺が決めんだよバカ野郎。帰れ。大谷翔平トラウトに負ける気しない約束に関しては。これやったばうるせえよバカ野郎。他じゃ絶対食べれないよ。好きすぎてそこにアパートを借りました。お味うまいっすよ。先代の最後の遺言が俺の手を取って他もラーメン屋にない味なので美味しいんですよ本当に。じゃあ最初から無理じゃねえかよバカ野郎。お前バカじゃねえの。バカ言ってんじゃないよバカ野郎。せっせと穴掘ってんだよ。俺もう泣いちゃったよ。ありがとう。聞こえない。何？いや俺の人生こんなんで終わらしくねえな。あとこれ僕も自分で水餃子のお店やってまして。あ、そう。どこでやってんの？東京の都内なんですけど、うちの餃子もあ、そう。もしよかったら味見程度に。東京のどこでやってんの？東京の六本木です。家賃だけや。うちもよく言われるよ、あっちこっちから。なんで都内に出さないのって。欲がないんだよ。ここで食ってみりゃいいかなって。あんまり忙しい思いしたくないんだよね。ずっとこちらの場所でやられてる。前はお宮駅の駅前で忙しくていつも並んでると人の並ぶのに気持ちよくなってるんじゃないだからこっち田舎に越したの。餃子じゃあいつもこの朝の時間に。そう餃子作るの大変だもん。大変ですよね。1日段でさ駅前の時は14段だよ。まあ2人でやってたけどね、おかしくなっちゃうよ。川からこっちの方がね、楽だって向こうで当時家賃が70万で投げ振りがさ2人でしょ。家賃人件費で取られちゃうからね。こっちの方が全然安いし、車の駐車場、前と後ろ俺1列借りてんのね。こっちの方がね気が楽。結局月末そろばん弾いたってさ大して彼氏ねえんだからよっぽど楽だよ。バイクお好きなんですね。そうすごいたくさん写真が。それね、みんなうちの客オートバイ乗ってるやつ行ってさ、オートバイで来たやつに絶対俺声かけてんのねそうなんですね。一緒に走ろうよっていいですね。どうなるか分かんないよ。野球決勝でしょ。昨日なって試合中はガラーン日本が勝って終わった瞬間ダーンダーン仕込みほら暇だと思ったから参ってみんなやられちゃった。今日決勝ですからね。そう昨日もかなりいい試合でしたけどね。いやー泣けたよあの時にね6、7人来てたので、こうテレビないでしょ。でラジオかけて聞いてたんだけど、鍋やってダフト回してる時あまり聞こえないのね。みんなテレビ見てるの自分でこうやってさどうなったのって、勝ったっす勝ったっすもう嬉しくなっちゃってさ。だから
その6人か7人「お今日俺の俺だ!」っつって俺もう泣いちゃったよ、嬉しくて。俺野球好きじゃないんだよ。だけど高校野球とあれは国と国との戦い、戦争だからね、ああいう時いやね。違いますよね。いやー、ああいうのはやっぱ見ちゃうよね。あ、じゃあそのお客さんも怒っちゃったんですか？そうもう気持ちだよ。それ今何されてるんですか？これサバ節。おお、干して。そうお茶飲みなよ。ありがとうございます。すいません、いただきます。どうぞ気軽に行こうよ。はい、ありがとうございます。餃子作りはまず何からやられるんですか？皮皮から。とか知ってるでしょ自分家でやってるんだから。はい。30分間隔に5回ぐらい練り返すか。ああ、すで1日寝かして揚げをもごい。はい。ここから取ったの？ギリギリ包むところだけあ、そう。はい。揚げをは入ってるでしょずっと行列できてました。どうでしょう。はい。スタミナ2つよろしく。ナイフあれじゃね疲れるよ、倒れるよ。何のためにやってるか分かんないよ。ボランティアになっちゃうよ。俺はほら人生楽しみたい。俺ここの客だったんだからね。あ、そうなんですか？そう45年ぐらいも通ってて、もうサラリーマンやってて、はいはいとりあえず上場会社に行って平社員の時は見えないけど、そこそこの地位になるとその会社の派閥だとかがいろいろ嫌なところが目に入ってきて、そんでもう板挟みになって疲れて30半ばぐらいで不安になって。男ってそういうとこあるんじゃない？時期は人に違うけど、不安になる時あるじゃん、自分の将来。いや俺の人生こんなんで終わらしくねえな、俺何ができるんだろう、何もねえな。そうだ、ここの焼きそばだと45年でこの代表的なスタミナだとこんなの5回ぐらいしか食べたことないから、ああ、そうですか。いつも焼きそば、チャオメンってやつね。はい、チャーメン、はい。それでずっと北浦和に通ってたの。北浦和の大使はよく知ってるんだけど、はいで北浦和は狭いな、車だし駐車場ないな、ここ駐車場あるな。俺ここに座ったの、はい、はい。この席に。ここの席はい。で話して、サラリーマンやってるんだけどいずれ決断るつもりなんで修行させてもらえませんかって言ったのが42歳。7年間仕事しながら5年ぐらいで大体何でもできるようになって、でその時にそろそろやりたいんだけどって言って、はい、いや時期がまだ悪いからもう少し待ってろと、その時期が来るから。その時に言われたのが、大宮でやるんだったら満々店名乗れと、大宮より南でやるんだったらニャンニャン名乗れと。あ、そうなんですね。それで、ずる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 いて、ただ先代が67の時にがんで行っちゃって、ああ、そうですか。ああ、若いですね。でその葬儀の時にニャンニャンのフルメンバー、そうそうたるメンバーが来るわけでしょ。で俺はほら北浦の大将と昔から知ってたからね、ここでやってんのも修行してんのも知ってるし、ここお店もあるんだからお客もついてるんだからここでやりなさい。そうだよな、で翌日会社に辞表を出して、その言葉が背中を押してくれたのかな。2ヶ月間有給あるでしょ。その1ヶ月間で床とか壁とか張ったりいろいろして、で残り1ヶ月前にはもう我慢できないで回転しちゃった。みんなに言われたよ、お前何が不満なんだって、お前バカじゃねえのって。言葉じゃ言えない何かがあるんでね。
かなか川からやってるとこって少ないでしょ。いやもうないないですね。ないよね、はい。だからこれが先代の教えで、みんな最初はこれだったの、だけどみんなもう体壊して、製麺屋から取るようになったよね。そうですね。で俺も一時、そうしたことがあったの。あ、そうなんですね。もうこれ大変だよって、だけど、先代の最後の遺言が、俺の手を取って、餃子頼むぞと、餃子頼むぞと。そうですか。そんでお客からもね、なんだよ変わったんかよって言われてね、そうだなって、俺間違ってたなってでやり直した。やっぱり製麺所の皮と。いやもう全く違うよね。食べればわかるよね。どう違うかっていうと、まず薄さ、もうその辺で売ってるやつの5分の1ぐらい、すごい薄さがね、だから口の中入れて、溶けちゃう、溶ける餃子、そんなのないよね。手伸ばしするとうまい理由っていうのが、製麺所っていうのは全部こう一方方向から伸ばすわけね。でも手伸ばしは四方八方から伸ばすから、それでうまさが増すんだって。これがなければ定休日は休めるの。これがあるから前日の分皮練ったり寝かさなきゃならないでしょ。だから休みがなくなるよね。それでその前の会社辞めてこう始めたのっておいくつの時なんですか？49の時だから、42で修行に入って7年間お勉強させてもらった。修行の時も大変でしたか？いや好きなことをやるからね。何でも俺は苦しいとか大変だとか思わないで、前向きな性格だから勉強させてくれてるんだってよくその言われるのが、でもアルバイト感覚で時給いくらっていう形でもらったんでしょって言うから、バカ言ってんじゃないよと、お前学校に入学してね、入学金だ授業料払うだろって、人から物を教えてもらうのにお前もらうわけないだろ、みんな勘違いするんだよね。逆にこっち側が払うぐらいだよ、サラリーマンってね、嫌な会社でさ、人間不信になっちゃったんだよね。何年も友達だと思ったやつがせっせと穴掘ってんだよね、あっちこっちに。何年も友達だったらそこに落とされるわけだよね。どんどん出世していくとさ、狭き道になってきてさ、足の引っ張り合いが始まってさ、なんだよお前もかよみたいなね。餃子のあんはどういうものなんですか？野菜はね、キャベツね、それに味付けしてさ、味付けものほら、多分初めて食べる人が多いよね。日本じゃ珍しい味付けだよね。スパイスが入ってますもんね。そうそう、ウーシャンがね。だからダメな人はダメ、これ無理、食べれない、たまにそういう人いるけど、でもね、ハマったらね、他じゃ食べれないからね。その左手の傷は？いや、これやけど3年前に店火事になりそうだった。一斗缶にさ、ラードね、火が入っちゃって、それを体で火事を防いだ。その一斗缶ごと抱えたってことですか？そう、顔もダラダラになっちゃったんだけど、顔は治ったね、朝ね、仕込みの時ね、火災保険入ってなかったからすぐ入ったよ、すぐ入ったよ。シャレにならないですね、ちょっとお客さんってどういう方が多いんですか？職人さんは多いね。ラーメン屋さんは職人さんよく来るからね。結構遠方からも来るよ。裏からのお客さんが多いね。裏はを拠点にして、ニャンニャンが昔はかなりの数あったんだけど、みんなほらもう年で閉めちゃったとか、病気でね、体が具合悪いから辞めちゃったとか、今浦和に2軒しかないから、その2軒もちょっと僕の味には合わないかなっていうお客さんがここに来るね。そうすると、これが昔の味だよねって。チャオメンはうちで食べる人が多い。なるほど。負ける気しない、約束に関しては。自分が好きだから。
そうですよね。ずっと食べてこられてましたもんね。満々亭という店名だと他にも。大宮ね、駅前にね、もう1店舗あったのね。一昨年の11月にね、やっぱもう年だからね、閉めた。今はここしかない。食べ方でね、はい。何年通ってるか分かるよね。で中にはね、何人かで来て「これはここの常連なんだよ」ってみんなに言うわけよ。10年ぐらい通ってんだよとかね、常連みたく仲間に言ってるんだけど、そうすると俺がね「バカ野郎」っつって「お前10年?」っつって「10年じゃくちばしのね黄色いひよっこだよバカ野郎」っつってここお前30年40年ってのゴロゴロいるんだから、そんなこと言うこと自体もうね、常連じゃないんだよ。60年とか通ってる人いるからね、頭が上がらないよ本当に。まず表の看板って昔から変わらないですか？先代の時はラーメン餃子のまんまん亭みたいなね、今だいぶパンチが効いてるというかあれよく見るとぎっしり書いてあるの分かっ見ました。はい。見た？ちょっと後になって残ってましたよね。あれね、はい。うちの常連に極太のマジック渡して好きなこと書けと寄せ書きね、みんなの店だからね、普通のじゃ面白くないからね、そうだみんなに書かせよう先ほどチャオメン一番自信があるっておっしゃってましたけど、あるんですか、そのこだわりというかコツとかポインまずね、トみたいな。麺ね、普通の太麺の中華麺使ってないの、どちらかというとスパゲティの麺に近いかもしれない。伸びない。後で食べればいいよ、他じゃ絶対食べれないよ。よく満々ってニャンニャンっていうかね、スタミナってイメージが強いんだけど、まあそれはそうだよね、埼玉市のソウルフードに認定されてるんだからね、だけどチャーメン食べろよ週に2回ぐらい食べに来てると、仕事の都合で転勤だとかね行っちゃって来れないと、もう月に1回ぐらいしか来れないんだよ。もうまっすぐ歩けなくなっちゃうまっすぐ歩こうと回ってっちゃう、そんなイメージだよこの中毒性は何なんですかこれなんだろうねそれはその人しかわからないよ。無性に食べたくなるんだよね。まさに今決勝やってるみたいです。あ、そう。はい、8時からって。選手だ。おお、村上のホームラン。1個入ってるからさ。はい、すいません。ありがとうございます。適当に使って。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃうまいです。焦げちゃったね。でも食感がすごいいいです。満塁のチャンスを作りましたが、その後ヌートバー、ファーストゴロ、1点を勝ち越しています。伊勢さんにその球、いかないますが、日本のアメリカ、3回の裏きました2対1。日本は1点に。龍河ドーム4番のスポーツ番付。龍河ドーム。いよいよ終盤8回裏。背番号12、なおその時代。2球目を投げました。このランチパックすごいですね。ああ。ね、全然味はもう全く違うのよ。この時辛くしろ辛くしろって言ってんだけど、ランチパックはね、子供が食べるから辛くするとダメなんですよ。じゃあ最初から無理じゃねえかよバカ野郎ねある程度のところで妥協したよ。右のバッターボックス1球目からノーボールワンストライク。
すごい厨房も綺麗にされてますね。そうだね、光ってるものが光ってないと気分悪いからね。だから中だけはね、心がけてる。輝いてますよね。保健所が来た時はびっくりしたもんね。こんだけ綺麗な中華屋さんは初めて見た。お前ちょっと切ってみろって切ってたら、それは台所で母ちゃんが切る包丁の使い方だって。そういうの見るとプロはすぐあいつは素人だバカにされるから、先端をまな板から絶対離すな。普通みんなこうでしょ。そうですね。こう切るでしょ。そうですね。それは素人だ、絶対に離すなって言われたね。あ、本当だ、先端がずっとついて。そうそう、何から何までね全部教えてくれてね、感謝だよね。終盤8回裏、セコンドデックスのバッターは簡単安周平、毎月2万人使っていたクレジットカードからお支払い。お電話は0120-10-10-10しております。侍ジャパンへエールを送りましょう。3対1日本リード。その後いそいそとブルペンから今3大会ぶり3度目か連覇アメリカか3大会と2セットリード。アメリカの戦後日本も高橋宏斗、伊藤君、日本のオーダーは変わっていません。日本、1番がヌートバー、2番が近藤、3番大谷、4番吉田、すいません。すいません、いただきます。ありがとうございます。いただきます。取材してさ、はい。内側で雨の取材っていうとこあるよ。
ああ、めちゃくちゃ多いです。そうあ、そうそんな多い。うちの業だと俺で忙しくしてるとオーダー頼まないもんね。知らない客はすいませんすいませんって資格してるから、すぐ教えてるよ。すいませんすいませんってうるせえわ早く何回も言ったことある。で中にはね、俺は客だぞ。誰が客だよ、お前が客かって。客って決めんの俺が決めんだよバカ野郎。おめえみたいなな無礼者くんだ。帰れ。一度は行ってみたいですけどね、そんなこと。もう何度も言ってる。お店で何回目ぐらいなんですか。10回以上ですね。今日食べるメニューとか決まってるものですか。はい、チャーハンとあと焼きそば、茶碗麺、ガツ入りのやつが美味しいんですよ。いつもそのメニューで。そうです。大将に伺ったかもしれないんですけど、すごい焼きそばに自信がある方なんで間違いないと思いますよ。多分鍋の火をコントロールするのがめちゃめちゃうまいから通ってる一番の理由って。美味しいんですよ本当に。僕チャーハンって言ったじゃないですか。で僕もチャーハン大好き人間なんですけど、チャーハンも多分他よりも全然美味しくて、パラパラ系の中でもかなり上位の方なので、それが理由ですね本当に。最初はスタカレーとかささみのラーメン食べたんですけど、でもなんか焼きそばって言うから食べてみたらめちゃめちゃ美味しくて、確かに焼きそばとチャーハンの方が僕は好きでした。ちなみに今日食べるメニューはどうするんですか。俺も同じ。焼きそばですか。大将が引退するまで食べ続けます。他のラーメン屋にない味なので食べたくなったら来続けます。まだ準備もう少し時間かかるけど。あ、そう。ああ、よかったね。入って入って。いらっしゃいませ。アメリカの方もピッチャーを変えてきました。イスさんと俺並んでもいいですか。いいよ。サガリと餃子です。ありがとうございます。ガツ焼きそばギャンですね。大盛り。あんバラ、チャーハンギャンです。こ
チャーハンですね。ありがとうございます。食えない一つです。ありがとうございます。辛めのやつね。そうですそうですそうです。ラー油かけて食べると美味しいです。大谷翔平、トラウトに6球目の勝ちました。だね。大谷がチームメイトのトラウトを三振に打ち取ってさあこれやったか。この後はダブルプレーじゃあじゃあです。 3人ツーアウトランナーとしてトラウトにその修行で一番難しかったところはどんなことですか？仕掛けたことか。炒め物のね、野菜の熱の入り具合だね。まあ、今でも難しいと思うよ。熱が入りすぎるとね、くたってなっちゃうしさ、生でもいけないしね。よくあっちこっち食べに行くけどさ、みんないつも勉強だよね。よく言われた、うまいもんもまずいもんも食いに行けよね。だからこのスタミナっていうのはね、一応レシピがあってね、それ通りにやればなんとなくそれに似たようなものができるんだけど、焼きそばはそういうわけにはいかない。簡単だけど、まあ、チャーハンも同じだよね。誰でもできるけど、奥が深いよ。違いますよね。
中学生から食ってるかなこれ。さっきのね。すごい。あ、じゃあ先代の。じゃあ首もちょっと落ち着いてご安産でって言ってくださいじゃないですか、バトリーのすごいムチムチなんですよね。中学校1年生の時に柔道部をやってたんですけど、顧問の先生に連れて行かれて、そこから定期的にハマって、でここに福田の親父が引っ越してきた時には好きすぎて、そこにアパートを借りました。毎日ここだった。すごいですね。ここは僕の食堂でした。今日は、ジャージャー麺の半バラに餃子。お味うまいっすよ。ここでしか食べられない味。あんは引き継がれた昔からの独特な味があって、そこが一番いいです。今のマスターにこう変わって味とかはもうそのまんま引き継いでくれたんです。今のマスターが入った頃も知ってるぐらいの、じゃあ味はしっかりと受け継いで、はい、もう完璧だと思います。ぜひ皆さん来てください。12.5だとしたらそういうところの12メーター12メーターやってタイと波ね。はい、大丈夫です。こちら置いておきますね。マウンドに上がりフォアボール出すのですがダブルプレーを取ってさあ最後はこうなりました。ここで侍は決勝まで無傷の7連勝完全優勝という餃子並べちゃってくれ。お待たせいたしました。時間の中の緊急作業で渋滞している水戸線を通ると1時間です。
メンマ、半バラ、焼きそば大、スタ丼、ジャージャー、餃子、餃子、ジャン、あとニンニク炒めをお持ち帰りです。自然な味がになりますので、肩や背中、首への負担を減らしてくれるんです。今からです。じゃじゃんですね。全部美味しそうですね。どうもありがとう。ありがとうございます。レッドン30万円ほど過払い金を受け取れそうです。実は中古車買取店によって買取額に差が、そこで車探しは無料でわかります。開演です。会場は横浜赤レンガ倉庫がいらっしゃい。スタカレー。聞こえない。何？スタカレー。スタカレー。カラジャーとジャジャーとサカレー。はい。以上。はい、ありがとう。はい、どうも。はい、スタート。
これは 3種類の一味をブレンドして作ってる。30年以上通ってるって言ってた方が、料理は本当にそのまま毎度ずっと同じで本当に嬉しいって言ってました。小学校入学式には嬉しいね。やって言われるのが一番嬉しいで、やっててよかったって思うよね。まずなんか今後お店をどういうふうにしていきたいとかこう考えてることあるんですか？考えてもしょうがないから考えて答えが出るものは考えるけど、考えても答えが出ないものはエネルギーの無駄遣いだから考えない。ああ、そうですか。まあ70ぐらいまでやれればいいかなと思ってるの。そしたらもう隠居してね、好きなこと、まあ今でも好きなこと、夏なんか平気で2週間3週間1ヶ月ぐらいするよ。ほんでツーリングそれができるから始めたってのもあるの。人生一度だよ。人生一度だよ、人生一度ですね。還暦を迎えてね、折り返ししてんだよとかよく言うでしょ。折り返ししてなんて俺考えられない。俺はもう生涯直進だから、一生青春、一生勉強。マサバイクもかっこいいっすね。ね、 TW ですか？そうそうそう。それで九州一周してきたよ。オール下道でこっから。